ベースボールキャップって被る人にとっては主張だよね。 T シャツよりもより強い主張だと思うんだ、ベースボールキャップって。頭にくる本当に主張なの。多くの人たちが自分の主張としてそれを選ぶってことは相当なデザインを作んないとそこの主張にはしてくれないと思ってたから、だからめちゃくちゃ気合い入れて作った。ブランドをやるってなった時にやっぱ一個目標があって、オリジナリティのあるキャップを作るっていうか、前も言ったけどライブは帽子を初め作ろうとしてたから、スケーター的に帽子って言ったらやっぱりベースボールキャップだと俺は思ってて、ブランドの考えとか哲学みたいなものが全部そこに入っているようなマークを作りたい。ベースボールキャップってやっぱり俺の感覚だとやっぱニューヨークヤンキースの帽子がやっぱ一番憧れっていうのかな。キングオブベースボールキャップみたいなイコールヤンキースの帽子っていうか、そんなすごいのがあるから、なんかそれに対峙するようなデザインを起こしたいなと思ってベースボールキャップ作りに取り掛かったっていうか。ありとあらゆるベースボールキャップが出てる本とかめちゃくちゃ探して、それこそベースボールキャップの歴史とか過去にどんなデザインがあったのか。まあベースボールキャップっていうからにはやっぱ野球帽なんだよね。だからそのアメリカのメジャーリーグとか黒人差別があった時代のニグロリーグとか、もちろん日本も第二次大戦の前もその野球帽っていう帽子があって、その昔はマークが漢字だったりとか、ベースボールキャップのそのマークに関してはもうシンプルで画数がなるべく少なくてみたいな。例えばシカゴカブスとかだと C だけとか、日本の広島カープもそうなんだけど、読売ジャイアンツだと読売ジャイアンツで Y と G でしょ、 GY っていうのが重なってたり、まあヤクルトスワローズとかだと YS で重なってるっていうよりはくっつけてるみたいな、なんかそういう定型のロゴがある。でヤンキースもやっぱ N に Y が重なってるっていう、それで一つのマークみたいなデザインを集めてって、かっこいいのとかっこ悪いものみたいなのを分けてったんだ。それでかっこいいものにはなんか傾向みたいのが見られるじゃん。俺の場合はデザインがどれぐらいの大きさで書かれるかとか、どれぐらいの表面積があるべきかみたいなのが結構似てくるのね。まあヤンキースのマークがそうなんだけど、そのキャップに対してひし形とかあと六角形みたいな形の中に収まるデザインが自分はバランスがいいと思った。ってことはちょっと縦にあるデザイン、横じゃなくて縦にあるデザイン、まずそこを調べたね、なんか作る上で。でその次が今度は形としてのデザインをどうやってあげればいいかっていうのを自分なりに考えた時、やっぱ自分が当時好きだった音楽だったりカルチャーだったりっていうものはやっぱ俺はヒップホップだったから、グラフィティに憧れてたかな。そのグラフィティライターが書く文字だったり、まあ、タグだったりレターだったりとかっていう、自分はやってなかったけどね。初めてそのグラフィティとスケートでってつなげてくれたのがやっぱジェシー君で、ジェシー君のやることは本当かっこいいなと思って、ジェシー君にはしつこくこれどういう意味ですかとか、これどういうなんて書いてあるんですかとか、なんかしつこく聞いて回ってたような気がするって。で俺が一番好きだったのがジェシー君が描いた絵には TUG って書いてあったのね。でそれが東京アンダーグラウンドグラフィティって書いてあって、めっちゃかっこいいと思ってて、俺全然そのグラフィティのクルーでも何でもねえのに、デザイン学校行ってる時に自分の作品に勝手に TUG って書いたりとかポートフォリオにも超でっかく TUG とか書いて、だからやっぱその東京のグラフィティとか東京っていう意識をこう自分に教えてくれたのはジェシー君じゃないかな。東京アンダーグラウンドグラフィティって書いてあったのとかも本当インスピレーションだったな。
グラフィティすげえやっぱかっこよかったっていうか、今も好きだね。グラフィティできる人もめっちゃ尊敬するし、すごいじゃん。だってストリートで絶対的にやっちゃいけないんだから、やっていい場所なんかないんでしょ。だってストリートでスケートだってないけど、スケートよりももっとハードコアで、その中で自分たちのスタイルをこう見せつけてとか、まあなんかそういうスピリット全部になんか尊敬するっていうかリスペクトだったし、今ももちろんリスペクトだよね。そうで、たまたまストーミーンで働いてた上田君って人がいるんだけど、その上田君がグラフィティをやってて、ジェシー君と同じクルーだったのかな当時。まあ彼ジャンピンって名前でグラフィティやってたんだけど、彼の文字がすごい好きで、俺でもわかんない、なんか他の人と違うなだいぶっていう。それがなんか自分の父親がもともと書道やってたから、書道に対する憧れとかも子供の頃からあってさ、でその上田君のタグの文字とかがなんかその書道っぽいなと思ってて教わってたんだよタグの書き方とか、どうしたらかっこいい文字書けんのみたいな。ちょうどライブを作ると同時ぐらいに、俺がね東京 G ボーイズからね自分のシグネチャーが出るタイミングだったの。自分のデザインでやっていいって言われたから、当時やっぱり自分が影響を受けてたものとしてそのまま使いたいから、高校生の時にボブ・ディランの「時代は変わる」っていう曲があって、その詩を読んだ時にすごく感化されたんだ。それの1番と3番をジャンピンに彼のやってるグラフィティの文字で書いてくれって頼んで、結局表に本当は当時サンプラザの仲間の名前が全部入る予定だったんだけど、まあそれもジャンピンにちゃんと書いてもらったんだけど、それは表側にはプリントが入れられなくて当時まあ断念したんだけど、でこのニュアンスを俺たちのトレードマークにしたいなと思ったの。自分のブランドを示す一番のロゴマークだよね。ニューヨークヤンキースでいう NY のデザインを和製ヒップホップグラフィティみたいなものを取り入れたロゴマークが一番自分がやりたい洋服に対するニュアンスだったから。でも前も言ったけど、ライブって文字的には最悪だって言ったと思うんだけど、 LIB でその L と I の間のスペースはなんだみたいなさ。でもグラフィティだとその L っていう形も結構いろんな形があって、で三角形に近い L の形だったのね。この感じでいけば、そのひし形の中にこうだから三角形だから入りやすいから、あとは B の形で、 B の形はもういろんな人がいろんな形で描いてるんだけど、自分はその B の形はジェシー君とジャンピンの傾向を真似したんだよね。正直一番かっこいいと思ってたのはそのジェシー君のタグの文字と上田君のタグの文字が。めっちゃ練習したよ。グラフィティを実際にタグを書いてる、その上田君とかが書いてるところを見てるから、ジェシー君が書いてくれてるところとかを見てるから、こういう風に書くからこうなるんだっていうのも書いてる時にめっちゃインプットしてたね。で結果的にこういう形になってるみたいな。見たらわかんじゃない？多分真似されたお二方はこいつ真似してんじゃんって思ってたと思うんだけどね。97年に起こしてから25年間1回も絶やさず作り続けてるのね、このロゴマークに関しては。今もめっちゃ気に入ってる。ベースボールキャップかぶるのはこれだよなっていうか、自分はねそう思えてるから嬉しいな。まあスケートもそうだし、洋服もそうだし、音楽ヒップホップとかもそうだし、そのカルチャー全般そうだけど、基本的に日本で生まれて日本で作り上げられてっていうものじゃないと思ってるから、俺はそのスケートでもヒップホップでもそういう俺たちが好きなカルチャー、例えばロックとかでも全部ね。でもそれが海外から入ってきて、俺らの先輩とか俺らの世代も俺らの下の世代もやっぱり研究するんだよ。こねくり回して考えを行き届かして、いろんなこと。それで本家オリジナルって言われてる今度世界のオリジナルたちに向けてどうにかして対峙したいっていうか、負けたくないっていうか、勝ち負けじゃないけど対等に見られるためにはそのオリジナル以上に
自分たちの考えをそこにぶち込んでいかないといけないしって俺は思うのね。だから研究すればするほどそのカルチャーとかに対してよりすごいんだってことを自分も理解して、でそんなすごいものに対して対峙しようなんていう自分のやることをやっぱ誇りに思うし、俺が思うのは洋服っていうのは絶対に主張だと思うのね。だから主張がはまらないものなんか絶対着れないし、わかんない、俺はねそれこそが俺が想像しているストリートウェアというかストリートファッションだと思うの。このデザインには自分の当時の主張、まあ今も変わらず昔も変わらず俺の主張がここに全部入ってると思う。